一度ブレイクしたガンダム人気は収まらない。3部作計7時間に迫る大作となった劇場版映画は空前の大ヒットを記録し、世を席巻したプラモデル人気とともに計り知れない経済効果をも生み出した。大体新しい作品やるときはいつも絶対当たると思って信じてやってるんですけどね、これほどとは思ってなかったですけどね。タイミングでしょうね。全てそのタイミングがいいように揃ったっていうこと以外考えられないですね。宇宙世紀とニュータイプはガンダムの代名詞となり、その人類愛思想とともに人々の心を捉えて離さなかった。人々の声に応えて、ついに数年後、直系の続編ゼータガンダムがオリジナルスタッフの手によって制作される。以後ガンダムはテレビ、映画、オリジナルビデオなどメディアを超えてその世界を広げていったのである。みんなに寝静まった夜、窓から空を見ていると、とてもすごいものを見たんだ。 You belong to me さよなら。そして生まれたての赤ん坊が大人になるほどの時を経、初代ガンダムそのものを原作としてより若いクリエイターたちが独自に解釈する物語も誕生していった。すでにガンダムはシリーズというくくりすら脱し、一つのジャンルと言えるまでになっていったのである。ファーストガンダムからちょうど20年目の今年、ガンダム最新作の制作が発表された。ターン A ガンダム。何やら意味深な名を付けられた新しいガンダムは、ファースト以降数々のガンダムの原作総監督を務めてきた富野義行が手掛ける。最初のガンダムが作られた頃とは正反対の世情の中で、全てを肯定し、なおかつ新しい物語を語ろうとしているという。その真意を聞いた。僕自身は20周年記念事業の一環とか、それから特に今言われているその世紀末っていうふうなことは基本的に考えませんでした。近代の主張、それから哲学的なものの考え方もそうなんですけれども、やはりその強力な一本線のロジカルっていうものを採用しすぎた。で現にそれを今各方面で反省が始まってます。ものを作るっていうのは本来全部その神聖のものであるはずなんです。だからその神聖のものを作るっていうことは、
こういうふうに巡っていくことであって、そのロジカルに積み上げていくことではないんだなっていうことをすでに教えられました。ですから、そういう意味でとても意義がある作品に自分の中ではなってきたというふうに思っています。フェイスガード閉じろ。ではターン A ガンダムとはどのような物語なのだろうか。どこでもついていく。セブンリトール、エイトリトール、ナインリトール。長い長い年月、月面での暮らしを強いられてきた人々ムーンレイスが地球へ移り住むための調査を開始した。彼らは地球に暮らす人々に土地を分けてくれるように求めてきたのだった。しかし地球の人々の歴史の中にかつて宇宙へと生活の場を移した人々の記録はなかった。異国からの侵略ではないのか。疑心暗鬼に人々の心は揺れ、不幸な争いが始まった。戦いの口火が切られたその時、一体のモビルスーツが長の眠りから覚醒した。富野義行が創造したこの世界を実際にアニメーションとして表現するために、通常のテレビアニメの数倍にあたる設定資料が書き起こされたという。スタジオには才能にあふれたアーティストが数多く集められ、スタッフとして精力的に作業に当たっている。その中で総監督富野が高く評価する若き才能が安田章である。監督は最高峰だから、それはやってみたいとは思ってました。なんかひょんなことから知り合うことができて、サインもらいに行こうと思ってサインもらったら、その次会った後にガンダムやってくれと言われたんですけどね。やっぱり僕ガンダム世代ですから、なんて言ったらいいのかな、すごいリアリティのある物語が必要だと思ったんで、少年もその辺にいる普通の少年を描こうと思ったんですけども、でも監督の要望はそういうんじゃなくって全く新しいものということだったんで、ね、女にも見えるし男にも見えるというキャラクターで、それだけだったら簡単なんですけど、それで僕も好きという、それでみんなもお客さんも好きであろうと思うものを作るのがすごいしんどかったですね。一国の指導者でカリスマな人と、ほんでそこにいる、その辺にいるお嬢様よりちょっといい感じ、ロラの視点から見てるからたまたますごい美しく見えるっていう人が同じデザインっていうのは結構随分悩みましたけどね。全然似てないんですけどねそれでも100万人の妹タイプと理想の女性っていうタイプに分けようと思ってやりました。監督っていうのはもう常に本気でものを作ろうという感じで、どっかの真似をしてパクるっていうんじゃなくて、本気でものを作ってる感じなんで、そういう人と一緒にやったら、なんていうの、僕もなんかものを作れるんじゃないかなと思って、新たなるステップって言ったらちょっと恥ずかしいんですけども、安田キャラクターが画面上とか物語上の底支えをしてくれるならば、一番言ってしまえば相反するデザイナーであるべきだっていうことがありまして、シドミードさんにお願いした。人と、つまり機械、人と道具、人とメカっていう対比をぴっちし出せる、そういうふうな構造にするために、ほとんどシドミードさんでなければならないとまで思いました。シドミード、ハリウッド映画界のトップデザイナーである。彼はガンダムに何を感じてターン A を創作したのであろうか。I think working with this art form, the anime technique
is different from, for instance, classic Disney animation or computer-assisted animation because it's a moving, drawn art form, a picture, frame by frame. The original request from Tomino-san to me was to feel the mood of the story, understand the story progression and the story idea, and then to review the Gundam character before the story, and my job was to understand that transition and to understand the history and the tradition and then carry that into the new character. The difficulty was not to get scared by the level of responsibility. It's very similar to being asked to design a mechanical object, and then the factory, the marketing managers, the technical people, they're the ones that decide what color to paint it, what materials to make it out of. My job is to provide the image and the design idea. 番組の顔となるオープニングテーマ曲は富野総監督自らが作詞。ターン A に込めた思いを見事に詩で表現している。その思いを西城秀樹と小林亜生がしっかりと受け継いだ。エンディング曲は富野総監督が大ファンだという谷村新司に全て託された。各方面で作業が進む中、いよいよアフレコが始まった。セルで描かれたキャラクターに命が吹き込まれる大切な作業である。それぞれの役の性格を掘り出すような気分で、やっていただきたい。ロアンスヤック、君は今日からこっちで運転手の見習いをやってもらう。自家用車のですか？よかったわね、ロラン。お父様。その髪の毛の色。はい。思い出したんだ。コヨーテに襲われていた少年と同じ髪の色だって。はあ、ありがとうございました。怒ってるとかなんとかっていうことは関係ない。こうして新生ターン A ガンダム第1話が完成した。っていうのが見えてほしいな。昔の作品を知っていてその思いで思ってらっしゃる方っていうのは、例えば宇宙世紀のこととかニュータイプがどうなったかってことを気になさるかもしれません。ところがそういうファンの方も実は20年っていう時間を実は暮らしてきたんです。で暮らしてきて、フィクションのものである、だけどニュータイプ論っていうのはあるかもしれないって自分でも思ったり、それからその物語の行き先を見ていきたいと思っていった。その回答が今回ターン A の境なんじゃないんですか。つまり我々は一本調子の進化論では絶対に対応できるようなマシンではなかった。我々はやっぱり人だったんだ。ですからその回答も全部ターン A っていう言葉の中に包含されているというふうに僕は思ってます。人と道具という共生論をモビルスーツを作り出した時から考えていましたけれども、もうそれも終わってもう一度、つまり人の物語に戻っていいんじゃないのかな。でそういう巡り合わせにまさに出会えたっていう意味では、僕にとっては今こんなことを今までそのオモハイクって言えなかったことなんです。つまりアニメの世界を作っていくことをやりながら自分が生きているなんてなことは、まして60近くなった男が言うのは恥ずかしい話ですが、今回はターン A の中で生きてるかもしれないっていう自分がとっても幸せだなというふうに思ってますから、これは若い人が見ても面白いと思っていただけるんじゃないのかなっていうふうに思ってます。
記念すべき機動戦士ガンダムから20年、世の中は大きく変化した。ガンダムを見る側はもちろん、富野総監督を支えるスタッフも世代が変わっている。それでもガンダムは真摯に時代を見つめ、人間の苦悩や戦い、そして希望を語り続けてきた。今回のガンダムはどのような時代を描いてくれるのか。スタイルの変化だけに目を奪われていてはそれは見えてこない。ターン A というキーワードが全てを語っているはずである。忘れ去られる星に捧ぐあうら地上の愛は小さなその手の中にある。